こんにちは。今回は初めて油絵を描く人に必要な道具と描き方の例を解説していきます。描き方の例を描いたキャンバスサイズは F3 号 273×220mm です。前半に最低限の道具、後半に描き方の例を提示します。ご覧のようなものが最低限必要です。まず油絵の具ですが、普通の12色セットのもので結構です。ラベルに色名、透明度などが書かれています。白は多めに使うので大きめのものがいいでしょう。次にオイルです。ペンティングオイルという調合油だけあればいいですが、さらに揮発性油のターペンタインが別にあるとオイルの濃度を調節できるので便利です。筆は豚毛の固めのタイプがあればいいです。その他に固め、柔らかめの波形、面相筆などの細い筆があると便利です。ペンティングナイフはまずは1本あればいいです。慣れてきたら必要な大きさのものを買うといいでしょう。パレットは木製、紙製のどちらでもいいです。紙パレットも使い方次第では経済的です。油壺は蓋がついているのである程度の保存ができます。パレットにつけて使います。筆繊油は筆を洗うのに必要です。キャンバスは麻布のものがたるみが少なく便利です。その他にボロ布、ティッシュ、ラップ、鉛筆、木炭、紙やすりなどがあるといいです。絵の具ケースはいろいろな材料、大きさがあるので必要なものを用意するといいでしょう。ここから1日で描く描き方の例です。キャンバスの表面を紙やすりで軽く削り、表面の油分を取ります。その際、布目が出るほど削らないよう注意します。木炭で描いていきますが、鉛筆などでもいいです。また、絵の具で直接描いていくこともできます。モチーフは人物です。目、鼻、口の位置に注意して描いていきます。木炭なので影の部分も少し塗って立体感を出します。だいたい描いたところで定着スプレーをかけておきます。次に絵の具による着彩です。油壺に入れる油はターペンタインとペンティングオイルを3対1ぐらいで混ぜたものです。今回は1日で描く方法のためこの程度としました。絵の具はまずあまり厚塗りをせずに描いていきます。オイルも最小限につけて描きます。パレット状で混色してハーフトーンをつけていきます。暗部は茶、青、緑などを混色した色でつけていきます。背景は決まっていませんが、描きながら決めていきます。背景の一部を青で塗ってみます。彩度の高い色が入ったので画面の印象が変わりました。書き込まない書き方ですが、目や口などは正確に描いていきます。今回は薄塗りのまま終わりとしましたが、ペンティングナイフなどを使って絵の具を盛り上げることもできます。パレット筆の片付け方法です。パレットは余分な絵の具をペンティングナイフで取り、筆繊油をつけてティッシュなどで拭きます。余った絵の具を後日使うときはラップをつけておきます。
紙パレットでも1枚を有効活用すると経済的です。筆はティッシュなどでしっかりと絵の具を取った後、筆染油で洗い、さらに石鹸水でも洗います。今回は1日で描く描き方を解説しました。絵の具が乾かないので混色ぼかしがしやすい反面、混色しすぎて色が濁ることがあります。濁らせたくない場所には余分な絵の具をつけないよう描き進める必要があります。また乾燥後、さらに描き加えることもできます。今回の絵も描き加える予定です。その際はまた別の動画でお伝えしたいと思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。